皆さんこんにちは。苔テラリウム制作動画苔楽フィルムへようこそ。このチャンネルでは苔テラリウムを誰でも簡単にをコンセプトに苔テラリウム制作の過程などをお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。では早速始めていきましょう。はい、今回も苔楽フィルムをご覧いただきありがとうございます。ご報告ですが、先日チャンネル登録者数が200人を超えました。ありがとうございます。信じられないことなので私自身驚いてますけれども、皆様のご期待に今後とも応えられるように素敵な作品を作り続けていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。今回のテーマはテラリウム制作ではなくて苔テラリウムの土の配合についてお話をしていきます。というのも、前回の動画のコメント欄に私の苔テラリウムの土はどんなものを使っていますかっていうご質問をお受けしました。確かに誰でもできる苔テラリウムをコンセプトにしながらやってきたんですけれども、大事な土についての解説が今までなかったということに気づきました。ですので、基本に立ち返る意味も込めまして、使っている土についての解説動画を今日はしていきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。この苔テラリウムを使って少し説明をしていきます。まず使っている土は大きく分けて3種類あります。で、1つはベースソイルで、次にケト土で、最後に化粧砂。その3種類を使って大体のこのベースっていうのは作られています。このテラリウムでいうとこれがベースソイルです。ここの部分ですね。このレイアウトの下のところに使っているこれがベースソイルです。で、そしてここの黒い部分、これがケト土です。そして最後に白い部分ですね。この白い部分が化粧砂になります。で、まずベースソイルなんですけど、これは苔を植え付けたりとか、このレイアウトのベースにしたり、テラリウムは湿度が保たれないといけないので、その水分をここで保水をして湿度を保たせるっていうためのものとしても入れます。そういう役割がベースソイルにはあります。で、次にケト土ですが、ケト土はレイアウトに起伏をつけるためにですね、こういう斜面に塗りつけたりとか、あとこういう石なんかが倒れてこないようにするために根元の部分にケト土を入れたりとか、レイアウトをよりインパクトのあるものに仕上げるための道具としてケト土は使われます。で、最後にこの化粧砂も後で紹介しますけれども、白いものだったり黒い藤砂だったりっていういろんな種類のものがあるんですけど、私は好きでこの白い寒水石っていう化粧砂をよく使ってるんですが、レイアウトの仕上げとして入れていきます。で、これは視覚的により苔のこの緑を際立たせる役割だったりとか、この白い化粧砂なんかでいうと水面をですね表現したりする役割があります。これが私がいつも使っているベースソイルです。極端なこと言うと、ベースソイルはどんなものでも良いと思ってます。苔には養分を吸い上げる根っこがなくて、花とか野菜とは性質が違うからなんですね。ただ一つ条件を言うのであれば、保水性があることと無菌のものであることです。これが苔テラリウムのベースソイルとしては重要なポイントかなと思ってます。では実際私がどのような配合のベースソイルを使っているか、こちらをご覧ください。では私がいつも使用しているベースソイルの材料を紹介していきます。まず最初にエクサゴノというメーカーから出ている茨城県産の超硬質燃焼赤玉土細粒8リットルを紹介していきます。硬質の赤玉土というのは高温で赤玉土を焼き固めて硬度を高くした土になります。そもそも赤玉土は無機質な土でできておりまして、肥料分は含まれないんですね。で、さらにそれを高温で焼き固めることによって苔テラリウムにしたところで崩れにくいという性質があります。で、粒の大きさは1ミリから2ミリとかなり小さい粒になってます。で、これは苔テラリウムを作るにあたって苔が刺しやすいし固定しやすいし安定しやすいので、粒が細かいっていうのがすごくメリットだと思います。袋を開けて見てみてもこんな感じなので使いやすいです。次に紹介するのがバーミキュライトです。バーミキュライトもエクサゴノ産のものを使ってます。無菌高温焼成バーミキュライト細粒5リットル、値段は5リットルで2780円税込みなのでだいぶ高いとは思うんですけれども、苔テラリウムのベースになる部分なのできちんとした品質のものを使って苔をより長くいい状態で保ちたいという気持ちから赤玉土とバーミキュライトはエクサゴノで揃えました。
バーミキュライトは保水性と耐水性に優れていて、粒の形状が穴が表面に開いた構造になっているらしくて、外気温からの影響を防ぎやすいそうです。なので私は断熱材の意味も込めてバーミキュライトを使っています。あまり関係ないかもしれないんですけど、エクサゴノさんの袋のデザインがすごい好きで、袋の上に紐がついていて、使い切らなかった場合も縛って保存することができるんです。何よりロゴがかっこいいです。最後にピートモスです。植物が堆積したものを粉砕したものです。保水性のためと土を酸性寄りにする効果があるそうなので、私はこれを使っています。植物は酸性から弱酸性を好むと聞いたことがありますので、配合するようになりました。はい、ピートモスを開けていきます。触るとふかふかしててとても気持ちいいです。クッションみたいです。で、私の場合は使う前に一度ふるいにかけて大きな堆積物とかは除くようにしてます。なぜかというと、苔を植えていく時に大きいものがあるとそこでつっかえてしまったりとか、レイアウトをするのに邪魔になってしまったりするので、なるべく大きい異物っていうのは取り除くようにしてます。こうしてふるいをかけていくことによって大きい葉っぱとか、あと枝とかですね、ひどい時にはミミズの死骸が混ざってたりとかいうこともあったので、苔テラリウムにそういうものは入れたくないものですから、このふるい分けっていうのはやった方がいいと思います。ちなみにふるいの穴は 4mm から 5mm ぐらいだったと思います。こうしてみるとわかると思うんですが、結構な大きさの堆積物が混ざってますよね。一手間かけることによってよりいい状態の苔テラリウムができるので、ぜひやってみてください。ではいよいよベースソイルを配合していきます。まずは赤玉土、これを使っているカップでいくと2杯分バケツに入れていきます。最後キュッと締めれるから便利ですね、この袋は。はい、引き続き入れていくのはバーミキュライトです。これも赤玉土と同様、このカップですり切り2杯入れていきます。はい、最後はふるいにかけたピートモスですね。ピートモスはこのカップすり切り1杯分を入れていきます。これをバケツの中でしっかりかき混ぜていきます。ここで配合のおさらいをすると、硬質赤玉土が2、バーミキュライトが2、ピートモスが1の配合割合となります。これで私がいつも使っているベースソイルが完成しました。はい、次にケト土の紹介です。こちらですね。これもホームセンターで買った2リットル300円くらいのものです。では一遍開けてみましょうか。はい、こんな感じです。ちょっとこう塊も混ざったような粘土質のものですね。でこれを使っていくんですけれども、私がテラリウムに使う時にはこれプラス実はベースソイルを3分の1から2分の1ぐらい混ぜ合わせて使うことが多いです。私はこのケト土はそのまま使うんではなくて、塊が多いとですね混ぜにくいので、これを潰してなるべく細かい粒子にしておいて使っていきます。でそれをいつも使っているこういう小瓶に入れてですね、継ぎ足しで使ってます。作ってあるベースソイルを半分ぐらい混ぜて、水を入れてかき混ぜていきます。結構たっぷりめに入れます。で以前ですね、これをガラス瓶でかき混ぜていた時に瓶の底が抜けたことがありましたので、混ぜる瓶はアクリルとかプラスチック系のものを使ってもらうと一番いいと思います。こんな感じです。これがいつも私が使っているケト土。また次のテラリウムを作る時に水を足してあげれば同じように使えますので、余ったらこういう瓶に入れて保管しとけばいいと思います。
私はこうやって保管してます。はい、次に化粧砂です。私が使っている化粧砂がこちらです。まず寒水石ですね。それから矢張砂、それと富士砂。だいたいこの3種類しか使ってないですね。私これ寒水石が好きなんですよ。この寒水石。もうあんまり量も少なくなってきちゃって、補充しないといけないなと思ってるんですけど、この寒水石が水の情景を出すのにとてもいいし、真っ白なので本当に見た目もいいんですよね。こんな感じです。で、粒の大きさもこれが3ミリから4ミリぐらいの大きさですかねのものを使ってます。もうちょっと細かくてもいいのかなと思うんですが、あんまり細かすぎるとですね、扱いがどんどん難しくなってくるので、このぐらいの大きさのやつを程よく使っていくのがいいかなっていうふうに思ってます。で、矢張砂はこういう色合いで河原とか砂利の道とかそういうものを表現するのにちょうどいいかなと思います。数種類のこう石が混じってるような石ですね。あんまり水面を目立たせたくないとか、あと地面を真っ黒にしたくない、道っていうのをこうはっきり分からせたいみたいな時にこういうのを使うといいと思いますね。寒水石と矢張砂の使い分けとしては、寒水石は水を表現する時で、矢張砂は河原とか道とかの地面を表現する時に矢張砂を使ったりします。で、陰影をもっとはっきりさせたい時は寒水石を使ったりとか富士砂を使ったりします。最後に富士砂ですけど、こういう真っ黒なかっこいい砂ですね。で、私のレイアウトではあんまり使わなくて、こんだけちょっと余ってるんですけど、またどんどん使っていこうかなと思うんですが、これに合う石っていうのもあって、富士砂っていうぐらいなので、富士山の溶岩石ですね、こういうような溶岩石っていう石があるんですけど、こういうのと組み合わせたりすると結構ですね、相性が良くてかっこいい感じになるんですね。だから使う石によってこの化粧砂っていうのを変えたりもしてます。それとテラリウムの外側だけにこの富士砂を入れたりすると、外と中の苔との間の隙間の部分にはっきりこうエッジが効くというか、黒いラインが通るもんですから、そういうような見せ方っていう意味でもこの富士砂を使ったりすることもあるかなと思いますね。はい、以上化粧砂の紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。私が作るポケテラリウムで使っている土の配合や砂の種類について今回は解説をさせていただきました。皆様のポケテラリウム作りにお役に立てていれば幸いだと思っております。最後まで見ていただきありがとうございます。またどんどん新しいアイデアを考えて誰でもできるポケテラリウム動画を目指して頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価ボタンをお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。